にちは。今回は嘆きの亡霊は引退したい第8話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。なんか知らんが敵の方を応援したくなる。思ったより近くまで来てるな。もうすぐそこまで来てるじゃん。蚊帳の外でも驚かんぞ。この話長いな。このまま最終回まで行くんじゃね。マスターは今回はマグチャージしてなくて戦闘力ゼロだから何もせんだろうな。かわいい。いじめられるキノちゃんかわいい。血の逆。いや、フリックがバカすぎる。部下がアホすぎるだけだろ。マスターの人そこまで考えてないと思うよ。またくらいの評価が勝手に上がる。最初から逆の命令出しておけよ。主人公でないけど割と面白いと思う。詰め込めば来週で全部終われるかな。つかこのペースだと中途半端なところで一気終わらないかこれ。普通に書籍3巻分で終わるペースだよ。無能な敵のせいでほぼ自滅かよ。この話まだ続くんかい。手下がケツアボという時点で雑魚決定だな。赤社の塔8話で終わりかと思ったらもう1話続くんだな。まさかもう1話引っ張るとは思わなかった。ところでのとこクレアって何？赤社の塔とはどう違うの？のとこクレアはのじいさんの名前だろ。赤社の塔っていう組織のトップのじいさんがのとこクレア。赤社の塔のトップのことか。サンクス。それっぽい感じ出してるけど結局こいつら自滅しまくってるだけのアホの集団だよね。ソフィア嫌な性格してるな。敵がソフィアの指示通りにしていたらどうなっていたかわからないし、ソフィアが仲間から反感買ってたせいで助かったかな。ストリーの方もソフィアのことを正体もわからないのに宿敵と認めてるのか。声が同じみたいだし、タリアの正体がソフィアかと思ったけど、今回の様子だと違うのかな。カラミキサンダーでストリー以外全滅とか黒金10時弱いな。あれ威力は大してないんだけど麻痺効果がある魔法。威力並みってリーズ基準言われてなかった。威力抑えめで範囲とデバフに寄せて破壊規模がリーズ基準の波だからな。作風的に小物に見えるけど、あの弟子たちも魔導士としてはトップクラスの実力者のはず。ノトコクレアがハンター基準だと多分レベル8くらい。ティノがカラミキサンダーの威力に恐れおののいてたということは、レベル3程度じゃ到底耐えられない威力か。レベル6くらいはあるんか。スベンがレベル6なんだよな。キノちゃんの出番が減ってストリーちゃんが可愛く見えてきた。推しが変わりそうだ。そういやまだシトリースライムが残ってるんだって。シトリーとシトリースライムの絡み見て。シトリーさん優秀すぐる。あのシャミ子や藤原初期と同じ中の人とは思えない艶のある落ち着いた声だな。説明しろとかいう無能は全ての行動を指示しろとか言い出してガチで足を引っ張る存在になって窓際に追いやられる人種。説明しない無能の言い訳にしか聞こえんが。ぶっちゃけ魔術師と嘆きの亡霊ってどっちが面白い？それはおっぱいと太ももどっちか選べって言ってるようなもん。君は尻派じゃないのかね。人が猿だった頃、オスの目の前にはメスのお尻があった。だが猿は人に進化して2本足で立って歩き始めてからお尻を隠し代わりにおっぱいを強調するようになった。言ってしまえばおっぱいはお尻の代用品。オリジナルと代用品なら僕はオリジナルを選ぶ。てかすでに嘆きの亡霊のメンバーはクライの戦闘力は雑魚並みなの？とっくに知ってそうではある。追放するか。リーズちゃん脳筋だし、ルークも脳筋。シトリーは戦闘能力ないし、クライはさらに戦闘能力ない。なんかクライたちのパーティーってバランス悪そう。いいアニメ会社引いたな。これもマスターの余地か。あの色水は本当にただの色水なのか、ソフィアの正体はタリアなのか、シトリースライムはどうなった？とりあえず疑問はこんなところ。暗いこのままだと解決前にたどり着きそうだな。多分作風的にもう一騒動起きて暗いが解決してマスターは神になるんだろうけど、リーズの隣にいるピノが不憫になってきた。皆さんの名誉のために言うとピノさんは弱くないです。
一流冒険者パーティーのシーフくらいの存在ではあります。師匠のリーズが超一流を超えた存在すぎるだけ、かつ超スパルタなだけです。クライも化け物になっちゃってって言ってたよね。主人公の活躍が見たい。ちゃんと赤社の塔の企みをカンパしてことごとく相手の作戦を潰したろ。つまりマスターは神。くらい、今回もな、もうしてないけど評価だけ爆上がり。エンディングのティノめちゃくちゃ好き。肩幅よりケツがでかいのだ。ストリーさんラップ予告。ストリー役の人すげえな。シトリーがファントムを分析して自滅に導いたり拠点を特定したかと思えば、ソフィアもハンターたちの状況を分析してみせるという互いの司令塔による頭脳戦は見応え十分でした。それにしても悲壮感すら漂う赤社の塔とクライラのパートの落差に笑う。赤社の塔が大暴れ。ソフィアの言いつけを守らずにファントムを複数出して同士一致したり、ソフィアの言いつけを守らずにマリスリターを単体で出して負けたり、自滅した上にクライの格が上がるの面白すぎるな。シトリーさんも規格外、リーズさんも規格外、感覚も考え方も常識の外側にさえ到達している。それだけにガークさんとスベンさんのまともさに安心。オープニングの使い方、杉田智和の煽り、次回予告と演出が終盤に来ても衰えなくて好き。なんかもうシトリーが主人公になってるような。本来の主人公イシーンしか出てきてないし、指揮官としての器量の差が露呈し、勝手に追い詰められていく赤社の塔。切り札の雷魔法が波扱いされている時点で勝てるはずはないような。例のスライムはまだ引っ張るか。もはやクライがすごいっていうより赤社の塔がバカすぎるって感じになってきましたけども、部下からの無駄に高まった信頼度の差という感じもします。タリアに反応がなさすぎるのは演技なのか二重人格なのか、はたまたマジで別人なのか気になります。まさかの支部長 CVO 塚明夫に夜待たせた名があるとは思わず、椅子から転げ落ちてしまいました。ティノの登場場面は減ってるけどきちんと可愛いのでよし。それにしてもこのアニメのテンポ感の中毒になってきたかもしれない。シトリーさんは時折なんかちょっとエッチな感じでよかったな。今のところ想像力の足りない人がやらかしたりして大したことないけど、ソフィアさんが本格的に動けばシトリーさんの本気も見れるのだろうか。シトリーさんが飲んだ井戸水って耐性がなかったら自意識が飛んじゃうやつなんじゃん。でもって耐性がありますからっていうシトリーさんにしても、顔色変えずに行動しててももう一つの意識はハーハーしてるんじゃねって気がしてきた。もう時間ですから、旅へと気持ちの良いアバンや待たせたなと中の人のネタをこすったり楽しいネタがありつつも、想像力が足りないというセリフを反復したり、明らかに怪しいタリアの存在とソフィアの正体をめぐった描写が面白く、次回へ持ち越しだが見ていて退屈しない話数でした。シトリーは参謀として他社と連携が取れ、ソフィアは赤社の塔と意思疎通が図れない。このブレイン対決を苦戦に、また幻影として活躍するシトリーが炸裂するピンク色の水鉄砲がようになってて好き。ティノちゃんがいるよう並外れた激闘の結末が楽しみ。今回もまた奇跡的な偶然の積み重ねやタノスとグリメンバーの英断によりどんどん上がる士気、大きくなる事態。これももう近い将来マスターが盛大に称えられるための振りに見える。敵の小物感もかなり良い味を出してるよな。てかマスターミナと合流しないの？最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。